皆さんこんにちは。今回は私たちが秋冬の日帰り登山に持っていく荷物を紹介したいと思います。秋冬といっても雪山はまだ怖いので、低山中心に登る時の持ち物紹介になります。僕らは登山を始めて1年半ぐらいになるんですけど、まだまだ足りない部分もあるので、もし何か不足している部分があったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。改めて荷物を出してみると、やっぱりかなりごちゃついてる見た目になってしまうんですけど、左側が、僕の荷物になります。で、右側が彼女のザックの中身を意識出している状態です。まず最初に、ザックとポーチを紹介したいと思います。まず僕のザックに関しては、サロモンの30リットルのザックになります。このザックは1年半前に登山を始めた頃に買ったんですけど、最初に石井スポーツに行って、いろんなバッグを見る中で結構高いものがたくさんあったんですけど、そのサロモンに関しては価格が2万円でとても安かったので、まずはこれを使って登山を始めようと思って購入しました。で、デザインも、他にはなくてシュッとしててとても可愛かったんでこれにしたのと、あとはとにかくとても軽いです。さらに僕は潔癖症なところがあるので、毎回登山に行った後はもう洋服もバッグも全部手洗いで洗ってます。このバッグに関しては洗える凶器ではないと思うんですけど、特に洗っても生地が傷んだりとかへたることもなくずっと長く使えているので、登山を始めてから今でもずっと愛用しているザックになります。私のバッグは韓国のケイルっていうブランドのバッグです。これを選んだ理由はすごい面倒くさがりなので、外側にポケットがいっぱいついてるバッグが良くて、でこのバッグはまずこことあとこことここに大きいポケットが3つあります。ザックを開けなくても全部この外から取れるので、出し入れがすごい簡単で楽です。ここの横にもついてるし、ここにもポケットついてて、ここにもドリンクが入るし、でこっちもついてて、でしかもここもポッケがついてます。で全部結構一個一個が大きいので荷物がかなり入るし、でここは取り外しもできます。だからいらないときはここ取っちゃえば、もうちょいコンパクトなバッグになります。で、これは洗えないんですけど、黒なんであんま汚れも目立たないし、すごい軽いのですごい使い勝手がいいです。今まで1年半これ使ってきて、自分と同じの使ってる人見たのは本当に1人とかで絶対被りません。確かに見たことない。はい。でもなかなか買えない。今は買えるかもしれないですけど、私が買った時はもう1年に2回ぐらいしか作らないみたいで、その時にタイミングよく買えたみたいな感じです。中は普通のザックと一緒で、でももうとにかくポッケがいっぱいあるのが本当にここ開けなくても済むのでめっちゃ便利です。使いやすいよ。使いやすいです。で、あと私絶対カエルつけてるんですけど、無事帰るって親父ギャグみたいなことをおばあちゃんが言ってたので、縁起がいいって言われたのでカエルは絶対につけてます。このキャラなんです。これは薬局ので、これはケロップで、これはポップマートのカエル。次に私たちのポーチを紹介したいと思います。で、僕の方は3つあるんですけど、これは吉祥寺のブラックブリックで購入したローローマウンテンワークスのポーチです。このデザインに一目惚れをして購入したんですけど、シックな色が好きなんで、黒のカラーを選びました。で、ちょっとここに差し色でちょっとブルーっぽい色も入ってるのがすごい可愛いと思って選んだ理由です。これも洗ってる？これ洗ってる。洗ったら絶対洗ってます。洗ってます。私はやりません。全部やってくれます。で、次にこれがナイキのベスト型の結構大きめのバッグになるんですけど、後ろに網がついてて、ここからスポットを頭から入れてベストのような形で背負えるバッグになります。僕は撮影をするので、携帯とかモバイルバッテリーとか本当にいろんな小物をここに入れて
結構かさばることが多いんですけど、これはかなり収納があるので、とても重宝して使っているアイテムです。ゼッケンみたいな感じじゃない？そう、ゼッケンみたいな、ダサい感じなんですけど、真夏だと暑そう。暑いです。これも絶対に人と被んないです。で、最後にこのグリーンのバッグなんですけど、これは2人で揃えて買った、これもローローマウンテンワークスのポーチになります。なんかのイベントの時に買ったよね。そうね。で、この緑はなんかそのイベント限定のカラーらしくて、普段は白と黒が多分売ってて、イベントの時に緑と水色がなんか限定で販売するって書いてありました。で、これはなんか3500円ぐらいだよね。3500円か4000円ぐらいでめっちゃ安いし、なんか意外と被んないし、なんかこれ一回私一人で山登ってる時にどこのですかって聞かれたことがあります。それぐらいなんか実物使ってみるとすごい可愛いし、収納もめっちゃあるから、でこれも毎回洗ってます。洗ってもらってます。うん。私は洗いません。全部手洗いで洗ってくれます。で特にこの緑は本当に綺麗な緑で可愛いです。白はなんかまあ普通のなんか汚れてるありきたりな感じだけど、でもデザインがすごい可愛いです。次に、洋服を紹介したいと思います。まずはアウターのこのアイテムがナイキの ACG のレインジャケットになります。僕はとにかくナイキが好きで、小さい頃からずっとサッカーをやってきたんですけど、その頃からずっとナイキを愛用していて、今でも本当に大好きなブランドです。ナイキは、生地がかなり耐久性があって、これも本当何度も洗っても全然へこたれない生地がほとんどなんで、とても気に入って使ってます。で、これからの時期は、登山口がそんな寒くなくても、山頂付近はかなり気温が下がる時期だと思うので、これをザックに入れて持ち歩いて防寒対策をしています。次にこれが今一番着ている T シャツです。これはユナイテッドアスレっていう無地 T が有名なブランドなんですけど、基本的にコットン素材が多いんですけど、これはポリエステルの素材で汗をかいてもサラサラベタつかない生地を使っているので、登山でこれを使ってます。で、本当に無地で何もデザイン性は全くないんですけど、ちょっと身幅が広くてゆるっと着れるところが、着やすいところで、あとはさっき紹介したナイキのこの胸元にバッグが来るベスト型のバッグを使っているので、特にデザインがなくてもいいかなと思ってこれを選んで使ってます。価格はもうほんと1000円ぐらい、かなり安い商品です。で、次にこのパンツなんですけど、これは僕たちが大好きなアンドワンダーのパンツになります。いくつかパンツは持ってるんですけど、今はこれを一番愛用して使ってます。この間破けたやつ？お尻がちょうどどうだ、すごいね。わかんないぐらい綺麗に修理してくれたんだ。こう、あ、本当だ。すごいわかる。これ日光白根山うんの時に転んで破けたんですけど、お直し屋さんで直してもらいました。アンドワンダーは結構価格は高いんですけど、その分デザインがすごい可愛くて、でも大体ズボンは3万円ぐらい。3万円ぐらいしちゃいますね。でも多分長く着れるんで大丈夫だと思います。次にこれがインナーのミレーの商品名忘れてすいません、わかんないんですけど、よく皆さんが使ってるインナーを僕らも使ってます。これは本当に有名なんですけど、使ってみたら本当に遊びをしない。あと匂いもなんかさ、軽減されない？これがなんか吸ってくれるかなんだかわかんない。確かに。とにかく汗をかいても全然ベタつかずに快適に登山ができるのはこのインナーのおかげです。着るのと着ないのとじゃ全然違います。で、最後にこれがキャップで、これは G-PAX っていうアメリカのブランドのキャップになります。日本で売ってるところは、いくつかセレクトショップで扱ってるんですけど、ほんとどこも完売してて、これはアメリカのオンラインサイトから購入しました。いくら？2500円ぐらい。で、送料が3000円ぐらいで、6000円ぐらいで買えたと思います。かわいい。これは、インスタで
すごいかっこよく着てる人を見つけて、それで一目惚れして即オンラインストアで購入した商品です。これを毎回使って愛用してます。かわいい。これはミレーのインナーです。最初こういうの使ってなくて、なんかすごい汗びえとかして結構大変だったんですけど、でもこれ買ってからもう全然汗びえしないし、臭くならなくてすごい気に入ってます。でミレーとなんかもう一個有名なブランドがあって両方試着したんですけど、こっちのがなんかピタッとしてて私は好きでミレーにしました。でまあこの色はなんでもよかったんでグレーにしましたで次がこれ半袖なんですけど、モンベルのなんか長野限定の半袖です。でなんでモンベルかっていうと、なんかこれもなんか臭くなんないし、なんか汗びえしないから、なんかもう私はもうモンベルでしか買わないです。であんまりいろんなもの買いたいタイプじゃないので、もうこれを 2,3 種類を使い回してます。だから毎回ほぼ同じような服を着てます。これは ACG、 ナイキの ACG の長袖なんですけど、これは白と黒を持ってて、寒い時期はこの2色を使い回してます。でこれのいいところは、首ここがハイネックっぽいのでちょっと暖かいのと、ここから指を出せるようになってて、ちょっと日焼け防止みたいになるので気に入ってます。あとはこのマークが可愛いから買いました。で次がズボンです。ズボンもこれとモンベルと、あとヨガウェアのやつしか持ってなくて、その3つを使い回してて、これはアンドワンダーが好きっていうのと、ここのチャックが取り外してせて半ズボンになるんで、暑くなったら外しちゃえばいいみたいな。あとはもうデザインで買いました。高いけど多分長持ちするんでおすすめです。これは風と雨の一番上に着るやつです。でこれもアンドワンダーでめちゃめちゃ高いんですけど、なんかどうせ他に安いの買ってもすぐ買い替えちゃうだろうなと思ったんで、気に入らなかったら買い替えちゃうなと思ったんで、これは高かったけど買いました。こういう感じです。で多分最近アークテリクスとか着てる人が多いと思うんですけど、アークテリクスと迷って結局こっちを買った理由は、もう着てる人がいないからです。被らないからこれを買いました。多分8万円ぐらいしました。可愛いから気に入ってます。これが帽子です。これはよくわかんないけど、なんか登山ショップで買いました。なんか安かったから買いました。なんかこのステッチが可愛いなと思って。あとなんかぐにゃぐにゃ曲がるしちっちゃくなるから、すごい使い勝手いいです。次に小物関係を紹介します。このグローブはワークマンで購入した商品で、ほんと1000円ぐらいでかなり安かったです。基本的にスマホをよく撮影でいじるので、この指が出てるタイプを選んで買いました。岩場とか、かなり歩きにくいところは本当にグローブが必要なので、いつも持って行ってます。これはチャオラスとウルトラグッドラックのコラボの商品で、デザインがすごい気に入って購入しました。値段は4000円ぐらいだったと思います。これも秒で売り切れるやつだよね。秒で売り切れます。すごい人気で、いつも購入するのは難しい手ぬぐいです。チャオラスの可愛いやつはだいたい争奪戦だよね。そうだね。全部。これすごい気に入って愛用してます。これはモバイルバッテリーなんですけど、この袋はパタゴニアで購入したもので、この魚が可愛くて買いました。で中はモバイルバッテリーで、これは彼女から借りてるものです。これはモンベルのポーチで、この中に、登山の時に使うお財布だったりとか、これ100均です。かなり乾燥肌なんで、保湿のクリームとかティッシュとか入れてます。これは保冷バッグなんですけど、これもインスタでほんといろんな人が使ってるのを見て可愛いなと思って、僕もメルカリで探して5000円ぐらいで購入しました。ビッグスカイの保冷バッグです。可愛いこれ。こういうの。これはサーモスの山専用ボトル 900ml です。これを買ったきっかけは、去年の冬登山をしてる時に本当に凍え死にそうなぐらい寒くて、寒さ対策でこの山専用ボトルを購入しました。赤いカラーはこの 900ml 限定なので、これを気に入って買いました。こ
お湯飲むのと飲まないのと全然違うよね。寒い時に。全然違う。本当にこれで何度も助けられました。オークリーのアイジャケットというモデルです。この間も紹介しました。転んで落とさないように。そうです。谷川岳で転んでなくしてしまったので、次はなくさないようにこのグラスコードをつけて着用してます。これはサーモスの保冷バッグです。これは安いし大容量だから買いました。1700円ぐらいだったと思います。これは、ザックカバーです。雨降った時にこれをかけてます。で、これは登山ショップで買ったポンチョです。で、これは Amazon で買った激安のゲイターです。で、ゲイターは普段ポンチョ、雨降ったらポンチョなので、下が濡れちゃうからこれをつけてます。で、これはサングラスです。スワンズです。で、なんかピンクで可愛いので買いました。でも、使いません、ほぼ。1回ぐらいしか使ったことないです。で、これはチャオラスの手ぬぐいです。で、チャオラスの手ぬぐいは可愛いんですけど、いつも売り切れてて買えなくて、ブラックブリックのサイトで販売した時にもうめっちゃもう急いで買ってもう秒で売り切れてました。で、2種類持ってます。これとなんかオレンジのやつ、お気に入りです。で、これはなんか岩とか登る時用の手袋で、何でもいいのでモンベルで買いました。モンベルは安いし性能がいいからめっちゃ買います。で、これは顔につける焼け犬です。冬はあんま使わないんですけど、夏はもう毎回つけてます。で、ここが開いてて、これをつけたまま飲み物が飲めるので、めちゃめちゃお気に入りです。で、安いです。2000円ぐらい。で、モバイルバッテリーです。これはちっちゃくて軽いのに、多分3回分ぐらい iPhone 充電できる、フルで充電できるので、しかも、ここにコードがついてるから、コードを持ち歩かなくても使えます。アンカーが好きです。で、これはどうでもいいんですけど、スマホのストラップです。山行くと携帯取り出した時に落としたらもう終わりなので、私はどんくさいからこういうのをつけて絶対に落としてもなくさないようにしてます。これは登山用のお財布です。おパンチウサギ100均です。で、これはセルカ棒です。磁石でつくので気に入ってます。でもほとんど使いません。で、これはカイロとか冷たいタオルとか冷えピタシートが入ってます。心配性なんでこういうのをいっぱい持ってます。で、目薬と薬です。で、薬は一通りこの中に入ってて、何かあった時に使えるようにいっぱい持ってます。で、これはウェットティッシュです。ここ100均で買って自分で凝りました。かわいい。で、これは虫除けスプレーなんですけど、虫除けスプレー買うと高いので自分で作ってます。作り方は概要欄に書いておきます。飲み物や行動食については、以前の動画で熱中症になった経験から少し重くなっても余分に持ち歩くようにしています。僕らは登山を中心に旅先での様子やちょっとしたハプニングも含めて発信しています。また見てもいいかなと思ってもらえたらぜひチャンネル登録して次の山旅も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。